こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃめちゃ可愛くてキャッチーなイラストですよね。ニコさんの作品で、タイトルは究極のアイドル。こんにちは、いつも動画を拝見させていただいております。私は小6で絵を描いているものなのですが、今回は誰もを魅了するアイドルというコンセプトで星野愛ちゃんを描かせていただきました。服の塗り方や装飾物、背景を塗るのがとても苦手で、そこら辺を重点的に添削していただければありがたいです。また気になるところがありましたら、どんどん添削していただければ幸いです、とのことです。はい、まずですね、素直にね、すごい今の小学6年生ってここまで描けるんですね。このね、逆光表現で人物の手前側が暗くなっている色使いとか、あとは顔が大きく見えるように大胆にねトリミングするとか、髪の流れもすごくね動きを感じられて、巧みな画面作り、工夫が見て取れます。本当に小学6年生ですか？やばいですね。じゃあですね、この技術的にも無敵で最強のアイドルのイラスト、どこを添削していくかなんですが、もっとね無敵で最強な絵師になるにはどうすればいいのかというポイントを特別に伝授していっちゃいたいと思います。確かにねものすごい絵なんですが、プロの目から見るとちょっとそこは小6っぽさが出ちゃってるなっていう部分もあるんですよね。実際ね小6なのでそれは全然いいんですけど、でもその部分をもし仮に補完できちゃったら、もっと最強な絵描きになれる片鱗をひしひしと感じますので、ぜひ今日お伝えするポイント取り入れていただければと思います。それでは早速いってみましょう。まずですね、どうやったら無敵で最強な絵師になれるのかっていうと、これね意外と簡単です。まずはこうしちゃいましょう。画面を広げました。これねトリミングする時には起こりがちなミスなんですが、意外とですねトリミングの外の部分まで考えておかないと、ちょっとね枠の中まで違和感を引きずってしまうことが多いんですよ。例えばですね、この腕と手のつながりなんですが、軽く描いてみましょう。するってとどうでしょう。ほら、ちょっとだけねつながりが変ですよね。違和感があります。この違和感が意外と画面の中まで出ちゃうんですよね。例えばこの腕の上げ方とかね、このね角度、手をこうするのであれば、肩はですねもう少し平らになるはずだと思うんですよ。それを踏まえて体と腕の関係を見直してみます。まずですね、顔に対して体を大きくしました。腕はですね体から生えているので、腕の前にね体を修正しました。トリミングするとどうしても顔が大きくなりすぎてしまうことは多いので、ここは気をつけましょう。でもね、このように枠を広げることでその違和感に気づきやすくなりますよね。さらに腕と手を調整していきます。こんな感じでどうでしょうか。ポーズにね無理が少しなくなって、自然で可愛いポージングになったと思います。さあ、まだ違和感を感じるところはありますね。例えばここでしょうか。
はい、これはですねキャラクターの設定によるところもあるんですが、耳が出てるか出てないか問題、耳が見えてた方が、結構愛ちゃんっぽさって上がると思うので、ここはね出してあげた方がいいかもしれません。あとはここ設定探したんですがちょっと見つからなかったんですが、このねうさぎの髪飾りの横に星が2つついてるやつ、これついてないバージョンも確かにあったりして、ちょっとねどういう設定によってついているかついていないかが分かりませんでした。あった方が情報量的にアップするので、今回は付け足しました。いやこれどういう違いでついてたりついてなかったりするんでしょう。アニメがついてて漫画がついてないとかかな。はい、知ってる人はコメントで教えてください。さあそれとですね後ろ髪なんですが、この辺はですね添削前を見てみるとちょっとねこの辺もやっとしていて、紙なのか背景なのかわからないので、この辺りも実際はどんな感じになっているのか自分の頭をね整理する意味でも書いておいてあげるといいかもしれません。やってみます。はい、逆光の演出もあるので少し背景を明るく光らせてあげるとより雰囲気が増すかもしれませんね。はい、でここで改めてトリミングしてみるわけです。そうするとはいどうでしょう。ちょっとね構図はずれてしまったんですが、この時点でちょっと見比べてみると最初と今、はい、そこまでがっつり変えたわけじゃなくて位置調整やつながりを意識して変更を加えただけなんですが、なんかこう絵に説得感が増した感じがするのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ちょっとね構図が中心からずれてしまっているので若干ね構図とポーズを調整しましょうか。はい、こんな感じです。改めて見比べてみましょう。最初と今、はい、これです。このね画面外のことを考えられるようになると絵師としてのレベルが100ぐらいアップしちゃいます。収まりがね良くなったでしょ。もうですねこれを習得すれば本当に小6かよって驚かれると思いますので、ここを意識してみてくださいね。さあここまで来たらあとは見えている部分に集中して OK です。見栄えをどんどんアップしていきましょう。はい、まずですね顔の中身についても若干調整を加えていきます。まずは輪郭部分です。やってみます。はい、ちょっとねほっぺたがふっくらしていて可愛かったんですが、もう少しシュッとさせても愛ちゃんっぽさがアップするように感じました。ここはね好みで取り入れても取り入れなくてもどっちでもいいです。私の絵柄はこうなんですっていう風に言い切ってしまうのは別にそれで構いません。なるべくね良くするためのヒントを多くお伝えしようとしているだけなので、気に入らない部分はむしろ取り入れなくても大丈夫ですからね。はい、次は目鼻口ですね。若干調整していきます。はい、特にですね閉じてる方の目尻がちょっとね下がっていたんですが、それをクッと上に上げるとより愛ちゃん味が増していい感じがしました。さらに髪の毛の流れについても若干調整していきますね。やってみます。はい、髪の流れはですねこんな感じです。若干ちょっと毛束が少なくなってボリューム感が足りないっていう時にはですね、ここからさらに少し追加してあげてもいいですね。ちょっと追加します。はい、こんな感じです。少しね毛束を分けてあげて、太い毛束に対して細い毛束も増やしてあげるとダンスで軽やかに舞うアイドルっぽい躍動感が表現できると思います。そう、これ忘れちゃいけませんね。いやですね推しの子の絵柄って僕すごいなって思っていて、ここなんですよ。ここすごいの。とにかくここ注目してください。
はい、髪の毛のこのピンクの明るい毛束なんですが、これね、あるのとないのとでかなり印象変わるんですよね。これですね、多分メッシュじゃなくてハイライト表現だと思うんですね。暗い紫色の髪色ってどうしてもね、こう重たくなりがちなんですが、このハイライトがあるおかげで愛ちゃんの見た瞬間のパッと目を引きつけられる感じ、これアイドルのオーラというか華やかさが出てくるんです。愛ちゃんのねキャラデザは目が特徴的なので、みんなね、あ、目すごいって思っているかもしれませんが、それ以上にここです。ここがね、とにかくやばいデザインなんですよ。これ本当にすごいです。さあ、髪の毛についてはもう少し調整します。こんな感じです。はい、リムライトですね。背景を明るくしたことで輪郭が浮き立つようになりましたが、もう少しね輪郭を浮き立たせるためには髪の毛にも後ろからバックライトを当ててあげると、さらにキャラクターが引き立つと思います。そして最後の仕上げです。はい、キラキラを増すように細かいパーティクルを追加しました。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。画面外のことなのでね見えないんですが、結構ねこれを見ると違和感って画面内に響いてくるなっていうことがお分かりいただけるのではないでしょうか。意外とですね感じちゃうものなんですよね。はい、今回は最強で無敵なアイドルになるため、じゃなかった絵師になるためのポイントをお伝えしてきました。はい、それは画面外のことまで考えて絵作りしようというお話ですね。そのあたりの違和感って結構ダイレクトに稚拙な印象につながってしまうんですが、むしろそれさえ解決できれば、おい本当にお前が描いたのかよってねびっくりされるぐらいプロっぽい感じを出せるポイントでもあります。その上でハイライトとかリムライトを追加して印象を豪華に持ってあげる、この2つのポイントを押さえれば、ニコさん自信を持ってください。あなたはきっと最強で無敵な絵師になれるはずです。応援しています。イラスト楽しんでくださいね。はい、それと気まぐれ添削はいつも技術的なことをお伝えしていますが、意外とですね精神的な部分って絵師にとっては大事です。最強な絵師を目指すには心の持ちようも安定してこそですよね。でももし最近あんまり絵を描く元気ないな、疲れるなって思ったら、その時はこちらの動画、絵描きがダメになるのは HP を消費しすぎるからなんですをご覧ください。絵を描きたいのに疲れて描けない、そんなお悩みを払拭するヒントにしていただけると思います。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。